こんにちは。今日はロルバーンのカスタマイズ動画になります。今ね、私ロルバーンは日記を書くためだけに使ってるんですけど、ちょっとね、何でもノートというか雑記帳みたいなものを増やしたいなと思ったので、家に置いてあるね、ツンロルの中から1冊選んで、こういう右に置いてあるロルバーンみたいなカスタマイズした形のものを作っていきたいなと思っています。で、やろうと思っているカスタマイズは、まず、リングをね、このルーズリングっていうこういうね、取り外しページの付け替えがしやすいリングに変更するっていうことと、表面裏面両方にレコラミをかけること、それから、こういうねロルバーンフレキシブルで出ているアイテムを活用して少しこうアクセサリーを追加するっていうようなことをやっていこうと思っています。チャプターつけてますので、気になるところはそこに飛んでいただければいいかなと思います。それでは行ってみよう。はい、まずは使うロルバーンですね。これは、去年ぐらいかな、2023年の秋冬ぐらいに出たような気がしますが、脇田明日香さんっていう方とコラボレーションした、ロルバーンになります。でね、確かこれは店舗限定だったかな。よいしょ。店舗限定で購入できるロルバーンで、ちょっとね、値段が高かった記憶があります。3000円ぐらいした気がする。で、3000円もするからさ、もったいなくてずっと使えなくて1年間眠っていました。で、通常ロールと何が違うかっていうと、このね、わかりますかね、表紙の材質が少し違う。ちょっとクラフトっぽい質感があって、このね、わかるかな、見えるのかな、このチューリップの部分にエンボス加工が施されています。少しこうペコってへこんだような感じですね。で、ロルバーンの文字の部分も手書きのような形になっています。そして、リング部分は真っ黒ですね。これはまあよくあるかなと思うんですけど、ゴムがちょっとこう茶色っぽい感じのカラーになってます。でね、この組み合わせもすっごく可愛いので、裏面のね、このなんていうの、厚紙の部分、ここもね、少しちょっとこうラミネートして大事に使えるようにしたいなと思ってます。で、今さ気づいたんだけどさ、これ裏面もちょっと違うよね。クラフト感のある通常ロールとは違う、厚紙になってるかなと思います。デルフォニクスのエンボスもこっちの方がさ、すごい深く入ってる気がするな。はい、でこれをね、ちょっとラミネートしていきたいと思います。正直このね、表紙の部分がめちゃくちゃ可愛いから、ラミネートするとね、その良さは消えちゃうと思うんです。消えちゃうと思うんだけど、それ以上にね、この美しい白を汚したくないので、猫ラミをかけていきたいと思います。まずは解体からいこうかな。はい、ではリングリムーバーを使って解体していきます。リングリムーバーはね、Amazon とかヨドバシのね、オンラインでも買えるし、スミスにもね、売ってたりします。200円ぐらいだったような気がするかな。で、この最後のね、ページを開いたところにある、ここのリングのね、隙間をこれでなぞっていきます。私はこのリングがね、ちょっと歪むのがなので、一応こう逆側からも通すような感じで使います。で、これで、裏表紙を抜いて、さあ後ろの部分も取っていきます。それから中の紙は、一部抜いておこうかなと思います。私はね、このだいたい無印のね、リフィルノート本体っていうやつを何個か持っていて、この一旦抜いたね、リフィルとかはこの中に一時置き場として置いてたりして使ってます。で、この余ったリングの部分は最終的にまたノートとして一冊にまとめたい時に使うので、このままどこかに保管しておく感じにしています。それでは表表紙裏表紙に猫ラミを貼っていきたいと思います。猫ラミっていうのはダイソーで売っているこの引っ掛け傷防止シートってやつですね。表面がこうちょっとザラザラしたね、シール式になっていて、これを使うことでこう表面の強度を上げたりとか、あと保護ができるようになります。で、ちょっとこのね、表面にエンボスでデコボコになっているので、反射をね防げたりするっていうのもいいところかなと思います。
でこのね、なんて言うんだろう、パッケージのところの猫ちゃんがいるので、みんなから猫ラミ猫ラミって呼ばれてます。そんなにね、ラミネート用じゃないんだけど、文具界隈ではラミネート用紙として使われている、ラミネートシールとして使われているっていうアイテムです。私はね、5つぐらい常にストックしてないと不安になるぐらい猫ラミが好き。じゃあ最初に裏表紙の保護をしていきたいなと思うんですけど、裏表紙のところってここのゴムの部分があるので、すごいなんかこうバッと一面には貼りにくいんですよ。なのであくまで私はなんですけど、ここまで、ここの間をよけてここまでを保護して、今度別のでここからを保護するっていうようなやり方をやってます。ちょっと試しに、やっていこうと思いますね。だいたい目測で必要な長さを切り出します。私はいつも目測、こう貼るイメージなんですけど、なるべくここのね、どこを切るかっていうところをちょっとメモりたいっていう感じがあって、ちょっと印を入れておきます。ここに丸が来るみたいな。で、ここに実際貼れるかっていうチェックをするんですけど、ちょっとね幅が狭そうなので、もう少しカットする幅を広げていきます。これでいい感じかな。このぐらいかな。そして角の部分を処理します。で、よいしょ。先にこのちっちゃいところを内側に折り込んでいきます。で、これをこう戻したいんですけど、ちょっとねここ長くやりすぎたので、カッターでいい感じの長さにします。で、内側に折り込むと。目標はこれがねすぐボロボロになっちゃわないことっていうのが大事なので、あんまり神経質にならなくてもいいかなと思っています。あくまで私はね、多分気になる方はねすごく気になると思う。でも私は気にしない。で、ここをつなげるように、こっちを貼っていきます。で、さっきは小さな面だったのでもう指でいったんですけど、広い面貼るときはこういうスクレーパーだっけ、こういうのがねあるといいと思います。そして角の処理をします。で、内側に折り込む。はい、こんな感じです。で、内側も保護したい人はねここ貼ればいいと思うんですけど、私は内側はねそんなに気にならないからこのままでいいかなと思ってます。後でまとめてねここの穴を開ける予定では、後ろ面ができたので今度はね正面をやっていきたいと思います。はい、こんな感じでちょっと一回りね大きめに切り出してきました。で、これをまた貼っていきます。で、表裏ラミネートできたので、あとはねひたすらこの穴を開けていきます。ここが一番めんどくさいよ。はい、こんな感じでラミネートができたので、ここからルーズリングに閉じていく形になります。で、ルーズリングはねこのカールジムキさんから出てる、こういうやつですね。中にこれねビロビロのリングが入っていて、これハサミで好きなところで切れます。で、私はねもうカットしたやつ一応あるので、これに閉じていくつもりでいます。私が使ってるのは 14mm の方ですね、リング系が。で、10mm の方もあるんですけど、たくさん挟みたい人はね 14mm の方がおすすめ。10mm だとね通常のノートでもちょっときついかなぐらいになったような気がしています。ダイアリーは絶対入らない。なので 14mm おすすめです。よし。で、これをここに通していきます。表紙と裏表紙かな。こっちで使っているこのね
黒い透ける部分を使いたいんですよ。このただでさえラミネートした上にさらにこれで保護をしようというね。なので、ちょっとここから拝借します。穴を開けるじゃない、リングを開く。こういうね、リングを開く用のオプションツールみたいなやつもありますね。別売りで売ってます。でこれを拾ってきて、よいしょ、先に表紙に入れると。このねルーズリングに変えるいいところは、自分のね好きなところから開けるってことなんですよね。よいしょ。さっきね脇に避けておいたところからちょっとアイテムを取ってきます。何取ってくるかっていうと、このクリアのファイルですね。よいしょ。やっぱり一番最初に何か挟みたくなる可能性があるので、よいしょ、ここにフィルムをいくつか入れておくのと、よいしょ、後ろ側にもね入れておきたいので、この紙をちょっと戻して1、2、3、4枚、残りの紙は、後ろに追加すると。でここを閉じちゃう。よいしょ。ちょっと新品なんでね結構しっかり固めです。まだはいこんな感じ。はい、ちょっと一旦こんな感じで、閉じてみました。薄さはねまだこれぐらいなんだけど、まあそんなに最初からパンパンにすることはないので、この薄さでいいかなと思ってます。リングもう1個1センチでもよかったかもしれないけどね、まあいいでしょうと。でここに少しパーツを足していきたいと思います。これ私何でもノートにするつもりなので、どこに何が書いてあるかのこう指針として少しこうこういう中身のことが書いてありますよってメモする用のねアイテムを追加したいんです。でそれがこのフレキシブルのこれフレキシブルのこれなんていうやつなんだろうね。このねタスク用のリフィルを使いたいので、ここのねフレキシブルってリングが上に4つ下に4つしかないので、ここの部分って何も挟まないんですよ。なので紙が切れてないんですけど、通常のこういったリングのところには挟めなくなっちゃうので、ここをねカットします。はい。でこの上下板にした上でここに挟むと。フレキシブルの追加アクセサリーはこういう風にね、その強度面だけ気にしなければカットさえしてしまえば普通にこの通常ロールでも使えますね。それからこれを足します。これもねフレキシブルでわかるかな、こういう感じでクリアファイルになっています。これももともとはフレキシブル用のアクセサリーツールです。でこういうね、もともとはここが止まってる、この上からだけ入れられるっていうタイプのものなんですけど、私はもうねここをカットしちゃってます。ここをカットして自分でここを丸くして内側に挟めるクリアファイルみたいにして作ってるアイテムです。そう、普通にね上から入れたければ別にこっちの透明なフィルムの方を貼ればいいので、こういうなんていうんだろうな、こう気兼ねなく上から入れるのってちょっとめんどくさいから、こういうガバッと開いてバーッと追加できる、そういうちょっとね雑に使えるアイテムが欲しくって、このフレキシブルのクリアホルダーを使って自分でカスタマイズしてるっていう感じですね。はい、そして最後に、このペンホルダーを追加します。でペンホルダーはね、私これちょっと自分で作ってるんですけど、もともとロルバーンのここにペンホルダーがねついてる、このなんて言うんでしょう、ペンホルダー用インデックスみたいな
やつをね持ってたんですけど、ここがねすぐ引きちぎれちゃったんですよ。でそれが嫌だったから、もうそこの引きちぎれた部分をカットして自分でマグカップペンホルダーを追加しています。マグカップペンホルダーは中林さんから出てるアイテムなんですけど、すごいね貼り直しもできるし、ここ全然引きちぎれないからすんごいおすすめです。でこういう風にペンを刺して、完成。はい、こんな感じでね、結構フレキシブルのアイテムとねこう組み合わせると、より一層こう遊びが広がるっていうのもあるし、あとはねこういうクリアファイルをこう切ってフレキシブル風にこう穴を開けたものに、これはね無印のホルダーをつけてますね。こういうのを作って、ここにねカードを入れたりとかしてもいいかなと思います。こういうのをつけておくとロルバーンの幅がねさらに広まるというか、より一層こうマイノートとしてのね幅が広がって、いろいろ便利になっていくんじゃないかなと思います。実際私はねこのロルバーンを仕事用に使ってた時っていうのは、こういう感じでいろんなホルダーを付け足して、その日その日でもらった資料だったりとか、一時置きしたい紙物だったりとか、連絡先みたいな情報を入れていたりしました。はい、というわけで今日はねちょっとロルバーンのカスタマイズでした。今までロルバーンのカスタマイズねほとんど撮ったことなかったような気がするので、一旦やってみました。本当にこのね脇田明日香さんのロルバーンの表紙かわいいわ。ちょっとラミネートしたせいでこのエンボス感がなくなってしまったんですけど、やっぱりこのねチューリップのほのぼのとした感じがいいかなと思います。では今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。もう私にとってロルバーンはね本当にこう書くことに集中させてくれるノートというか、こう文字がねすごいこう進むようなノートなんですよね。なので自分がこう勉強したいとか、日記をたくさん書きたいとか、とにかく文字をたくさん書くっていう時にはこのロルバーンを使うようにしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。